今あなたの周囲を見回してみてください。スマートフォン、テレビのフレーム、服の繊維、お気に入りのスニーカー。もしこれらすべてが明日から製造できないと言われたらどう感じますか？ 2026 年、日本の街から突如として色が消えるかもしれないという前代未聞の危機が現実味を帯びています。プラスチック、合成繊維、合成ゴム、現代社会の景観を形作るこれらの物資が全て供給停止に陥る最悪のシミュレーション。それが今まさに日本が直面しているシナリオです。この危機は単に、身の回りの雑貨がなくなるといった生活の不便さだけでは収まりません。2026年3月、国会はある衝撃的な事実に揺れました。医療現場の崩壊、そのカウントダウンです。日本国内に約34万人いるとされる人工透析患者。彼らの命をつなぐために不可欠な医療器具、ダイアライザー、人工腎臓の原料があとわずかで底をつくという報告がなされたのです。代替の効かない高度なプラスチック製品の枯渇は、文字通り人命の危機へと直結していました。なぜこれほどまでに豊かな日本が一瞬にして干上がろうとしているのか。その原因は、20日の壁と呼ばれるあまりにも脆弱な構造にあります。実は私たちが日常で使うガソリンや軽油といった燃料には、国や民間によって200日分以上の膨大な備蓄が確保されています。しかし、プラスチックなどの原料となるナフサの在庫は、わずか20日分しかありませんでした。車を走らせる燃料は数ヶ月分あっても、車そのものやタイヤ、医療器具を作るための原料は、まるで人気ラーメン店の秘伝のスープのようにその日に使う分をその都度仕入れる自転車操業だったのです。私たちはこのナフサという存在を普段意識することはありません。しかしそれこそが現代文明を内側から支える見えない血液です。今回の動画では、この石油化学の米と呼ばれるナフサがたどった栄光と、2026年に突如として露呈した崩壊の危機を紐解きます。なぜ日本経済はこの致命的な急所を放置し続けてしまったのか、知られざる石油化学の真実に迫ります。では、そもそもこのナフサとは一体何なのでしょうか。かつて石油の残りカスとすら呼ばれた透明な液体が、いかにして現代文明の主役に上り詰めたのか、その魔法のような誕生の歴史から見ていきましょう。私たちが普段石油と聞いて思い浮かべるのは、自動車を動かすガソリンや冬場にストーブで使う灯油、あるいは巨大なタンカーが運ぶ黒くドロドロとした原油の姿でしょう。しかし、化学工業の世界において最も価値があるのはそのどれでもありません。原油という天然のスープからわずかに出る透明な液体。それこそがナフサです。このナフサが誕生する舞台となるのがコンビナートにそびえ立つ巨大な円筒型の建造物、蒸留塔です。仕組みは至ってシンプルですが、まさに魔法そのものです。原油を蒸留塔の底で約350度に熱すると、成分ごとに沸点、つまり気体になる温度の違いによってタワーの内部できれいに分離していきます。最も重く沸点の高いアスファルトや重油はそこに残り、温度が下がる上部へと気体が上っていく。その過程で塔の頂上付近、およそ30度から180度という比較的低い温度の領域から回収されるサラサラとした液体。これがナフサです。今でこそマザー原料と崇められるナフサですが、その歴史の始まりは決して華やかなものではありませんでした。かつてナフサは蘇生ガソリンと呼ばれていました。その名の通り自動車の燃料にするにはオクタン価が低すぎてノッキング、異常燃焼を起こしてしまう。いわば出来損ないのガソリンだったのです。オクタン価とは、ガソリンがエンジン内でノッキングを起こしにくさ、ダイノック性を示す指標です。数値が高いほど自己着火しにくい、燃えにくいガソリンであり、エンジンの性能を最大限に引き出せます。日本のJIS規格では、レギュラーガソリン、オクタン価89以上、ハイオクガソリン、オクタン価96以上、エンジンはガソリンと空気を混ぜたものを圧縮し、塩化プラグの火花で爆発させて動力を生み出します。低すぎる場合、高い圧縮によって熱が加わり、火花が散る前にガソリンが自然発火してしまうことがあります。これがノッキングです。金属を叩いたようなイオンが発生し、エンジンを傷める原因になります。高い場合、圧縮されても自然発火しにくいため、設計通りのベストなタイミングで理想的な爆発を起こすことができます。ハイオク指定の車にレギュラーを入れると、
ロッキングを防ぐためにエンジンの出力が低下したり、燃費が悪化したりする可能性があります。反対に、レギュラー仕様の車に廃屋を入れても故障することはありませんが、本来のパワーアップや洗浄効果を実感できないことがほとんどです。灯油や重油のように燃焼させてエネルギーにするにも効率が悪く、19世紀末から20世紀初頭にかけては文字通り、使い道のない石油の残りやほぼ気カスとしてお荷物扱いされていました。しかし20世紀中期、このお荷物に命を吹き込む2つの革命が起きます。それが、自動車社会の到来によるガソリン需要の爆発と、科学技術の進化です。クソほどあまり散らかっていたナフサを、なんとか別の価値あるものに変えられないか。科学者たちがたどり着いた答えが850度の錬金術、スチームクラッキング、熱分解でした。これはナフサに高温の水蒸気を混ぜ、850度以上の超高温で一気に熱分解する技術です。例えるなら、ナフサというモブ大使を超高温のレーザーでサイコロ状に解体するようなものです。この衝撃によってナフサは、エチレン、プロピレン、ベンゼンといった全く別の顔を持つ基礎化学品へと姿を変えます。これらこそが現代の魔法の粉。ここから化学反応の組み合わせ次第であらゆる物質を合成できるよう日常の扉が開かれたのです。エチレンからはレジ袋や容器になるポリエチレン。プロピレンからは自動車のバンパーや家電製品のボディになるポリプロピレン。ベンゼンからは服の素材になる合成繊維やタイヤになる合成ゴム。気がつけばナフサは現代社会のあらゆる工業製品の起点、すなわち産業の米として君臨していました。今や私たちの身の回りにある人工物の9割以上にこのナフサの遺伝子が組み込まれています。日本はこのナフサをベースにした石油化学工業を爆発的に発展させ、戦後の高度経済成長を駆け上がりました。しかしこの全能の液体への依存こそが、後に日本経済の首を絞める致命的な罠へと変わっていくのです。1950年代後半、高度経済成長の波に乗る日本はある壮大な国家プロジェクトに打って出ました。それが、石油化学コンビナートの建設です。三重県四日市、神奈川県川崎、千葉県市原、広大な臨海部に無数のパイプと巨大なタンクが複雑に絡み合う、不夜城が次々と出現しました。原油の生成からナフサの熱分解、そして最終製品のプラスチック加工までを一つの地域に集約したこの効率的なシステムは、日本を世界屈指の素材大国へと押し上げる原動力となりました。高品質で安い日本のプラスチックや合成繊維は、自動車や家電、精密機械の国際競争力を支え、戦後復興の象徴となったのです。しかしこの奇跡的な繁栄の裏には目をつぶり続けた致命的な脆弱性が隠されていました。それが中東依存度 95% というあまりにも極端な一本足打法です。日本が輸入する原油のほとんどは、サウジアラビアやアラブ首長国連邦といった中東諸国に依存しています。安価で質が安定している中東原油は、経済効率を最優先する日本にとって最高の選択肢でした。ですがそれは、自国の製造業の命運を地球の反対側にある、世界で最も政情が不安定な地域の情勢に丸投げすることを意味していたのです。その地政学リスクの象徴こそがペルシャ湾の出口に位置するホルムズ海峡です。幅はわずか約 33km。日本のタンカーが毎日何隻も往来するこの海峡は、まさに日本の製造業の頸動脈です。もしここが何らかの理由で封鎖されれば日本に向かう原油、そしてナフサの供給は瞬時に遮断されます。その時日本のコンビナートが持ちこたえられる期間は、わずか1ヶ月にも満たないという構造的なリスクが長年蓄積され続けていました。ではなぜ国はこれほど危険なリスクを放置していたのでしょうか。そこには日本の安全保障政策における盲点がありました。1970年代のオイルショックを教訓に、日本政府は強力な石油備蓄政策を推し進めました。しかし国の念頭にあったのは、あくまで自動車を動かすガソリンや発電所を回す重油といったエネルギーとしての燃料でした。産業の原料であるナフサの備蓄は、エネルギー安全保障の枠組みから事実上除外され、民間企業の裁量に任され続けたのです。家の防犯対策として玄関のドアにはトリプルロックをかけて厳重に警戒したのに、裏口の窓はガラスすら入れず網戸1枚だけで放置していたようなものです。
結果としてガソリンなどの燃料には200日分を超える強固な備蓄が築かれた一方で、ナフサの在庫は民間が保有するわずか20日分という極限の薄氷の上に置かれることになりました。効率性と安さを追い求めた結果、完成してしまった中東依存と備蓄不足の構造。この日本の経済基盤に潜む時限爆弾の針が、ついにゼロを迎える瞬間がやってきます。2026年2月27日、その日は日本の近現代史における最大の転換点として記憶されることになるでしょう。中東、ペルシャ湾、緊迫が続いていたホルムズ海峡において、突如として民間タンカーへの攻撃が発生。事実上の海峡封鎖という最悪のシナリオが現実のものとなりました。これにより日本が輸入するナフサの約 74% が一夜にして完全に遮断されたのです。かねてより懸念されていた20日の壁が容赦なく日本経済に襲いかかります。在庫が底を突きかける中、国内の化学コンビナートでは産業の心不全ともいえる致命的な事態が発生しました。ナフサを分解して基礎化学品を生み出すエチレンプラントが次々と減産、そして稼働停止に追い込まれたのです。エチレンプラントの停止は日本の製造業におけるドミノ倒しの始まりを意味します。プラスチック部品の供給が途絶えたことで、日本の基幹産業である自動車メーカーの生産ラインは一斉に沈黙。タイヤ、ワンパー、内装品からシートのクッションに至るまで、ナフサなしには1台の車すら完成させられないという冷酷な現実を突きつけられました。この危機は工場の中だけにとどまらず、私たちの生活の最前線であるスーパーの売り場へも直撃しました。食品トレー、ペットボトル、洗剤やシャンプーの容器、これらプラスチック包装資材の価格が猛烈な勢いで跳ね上がります。さらに代替品への急激な切り替えや物資の欠乏により、一般家計への負担は年間で約2万5千円の増加を強いられることになりました。お財布からじわじわとお金が吸い取られていくその光景は、まるで目に見えないプラスチック税が突如として課されたかのような理不尽な痛みを日本中に与えたのです。事態を重く見た政府は、即座に国家備蓄の放出指示というカードを切りました。しかし前述の通り備蓄の大半はガソリンなどの燃料であり、産業原料であるナフサそのものの不足を根本的に補うことはできません。ここに及んで日本は、これまでの中東一本足打法から完全に決別するという歴史的決断を迫られることになります。政府と民間企業は一体となり、米国、オーストラリア、インドなど、地政学リスクの低い国々からの代替ルート開拓へと急打を切りました。しかし、単に輸入先を変えるだけでは本当の解決にはなりません。化石燃料を地球のどこかから運んでくるといった構造そのものを変えなければ、同じ悲劇はまた繰り返されます。日本が生き残るために選んだ次の道。それは、石油そのものに頼らない全く新しいナフサの創造でした。2026年の危機は、日本に絶望だけをもたらしたわけではありません。むしろ長年目を背けてきた石油依存からの脱却を決定づける強力な引き金となりました。今、日本の化学産業は地下から掘り出した石油を使い捨てる時代から身の回りにある炭素を循環させて使い続ける時代へと歴史上最大のパラダイムシフトを迎えています。それが GX、グリーントランスフォーメーションが生み出す新しいナフサの未来です。その急先鋒として急速に普及が進んでいるのがバイオナフサです。これは従来の化石燃料ではなく、植物油の残渣や家庭から出る廃食油などを原料にして製造されるナフサです。驚くべきはその圧倒的な互換性です。バイオナフサは、従来の石油由来のナフサと科学的に全く同じ性質を持っています。つまり、日本各地にある巨大なコンビナートの設備をボルト1本変えることなく、そのまま原料として投入できるのです。莫大なインフラ投資を必要とせず、これまでの設備を生かしたままカーボンニュートラルなプラスチックを生み出せるこの技術は、三井化学の B プレイヤーをはじめとする先進的な取り組みによって、今実用化の波を一気に加速させています。さらにもう一つの革命が、ケミカルリサイクルの衝撃です。これまで使い古されたプラスチックの多くは、燃やされて二酸化炭素になるか、細かく砕いて質の落ちた製品に再生されるのが限界でした。しかし最新技術は、
この廃プラスチックを超臨界水と呼ばれる気体と液体の両方の性質を持つ特殊な状態の水の中に放り込み、分子レベルでバラバラに分解、難度未生成のナフサそのものへと先祖返りさせることに成功したのです。ゴミとして捨てられたレジ袋や容器が工場へと戻り、再び新品のプラスチックとして生まれ変わる。この究極の資源循環はすでに実験室を飛び出し、国内のコンビナートでの商業運転に向けてカウントダウンを始めています。そして、未来の日本の安全保障を根本から変える可能性を秘めているのが、ナフサ、合成ナフサの存在です。これは、再生可能エネルギーから作った水素と、工場や大気中から回収した二酸化炭素を合成して作り出す、完全人工のナフサです。もし、空気中の CO2 と水からナフサを自給自足できるようになれば、日本はもはや中東の正常やホルムズ海峡の封鎖に怯える必要はありません。かつて資源を持たざる国と呼ばれた日本が、自国の技術力だけで資源大国へと変貌を遂げる。そんな科学的錬金術が現実のロードマップとして描かれ始めているのです。中東の細い頸動脈に依存し、わずか20日の在庫に怯えていた時代は終わりを告げようとしています。ナフサの歴史は今、地球を削る歴史から、地球を再生する歴史へとその1ページをめくったのです。しかし、こうした最先端の技術が真に社会へ根付くためには、私たち消費者にもある意識の変革が求められています。2026年私たちが目撃したナフサ危機の正体。それは単に一時的に物が不足したアクシデントではありません。日本が戦後一貫して享受してきた安価で良質な中東産の原油が、いつでも無尽蔵に手に入るという大前提そのものの崩壊でした。これまで私たちは蛇口をひねれば水が出るのと同じように、安くて便利なプラスチックを当たり前に消費してきました。しかしその当たり前は、わずか20日分の在庫と、ホルムズ海峡という地球の細い頸動脈の上に危うく乗っかっていた砂上の楼閣だったのです。今皆さんの目の前にある日用品の値上げやパッケージのバイオマスマークへの切り替え、これらは単なる企業の環境アピールや一過性のインフレではありません。私たちが生きるこの時代は数億年をかけて地球が蓄えてきた化石燃料を使い潰す石油文明の終焉と自らの手で資源を循環させる新たな文明の幕開けが交差する巨大な歴史の転換点なのです。これまでは地球という名の太っ腹な親からいくらでも引き出せる無制限の仕送りカードをもらって贅沢をしていた学生が、ある日突然カードを止められ、自分の力でバイトをして生活費を稼ぐ、自立を迫られた瞬間に今の日本は立たされています。仕送りが止まった直後はパニックになりますが、これを機に自立した人間へと成長できればそれは本当の意味での強さを手に入れたことになります。ナフサという普段は見えない産業の血液の歴史を知ることは、私たちがこれからどんな社会を選択すべきかを見極める未来への羅針盤となります。私たちがコンビニで何気なく選ぶ商品、ゴミを分別するその一手間、その小さな選択の一つ一つが代替ルートの開拓や、バイオナフサ、ケミカルリサイクルといった次世代技術を支える経済的な地盤となり、ひいては日本のレジリエンス、危機からの回復力を極限まで高める第一歩になります。資源のない国、日本。しかし、技術と知恵があれば空気やゴミさえ求めに変えることができる。2026年の危機を乗り越えた先にあるのは、もう地政学リスクに怯えることのない本当の意味で自立した日本の姿かもしれません。私たちの文明の血流を未来へどうつないでいくか、その答えは、今を生きる私たちの選択に委ねられています。今回はここまで。最近肉の底値が上がった気がしてたのはトレイのせいだったのか。皆さんがナフサ不足による変化を感じたことがあればコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。